長野いいところですね。食べ物はたくさんあるし、人も優しい。街は綺麗で自然も豊か。6日間の滞在でしたが全然足りませんでした。この動画では移住先としても人気な長野で食べたおすすめグルメをご紹介します。1店舗あたり 1,2 分でサクッとご紹介するので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。長野市の善光寺周辺に到着したのが夜の8時前。空腹を抱えどのお店も閉まっている中で救世主になってくれたこのおしゃれなお店。早速信州そばにありつけました。頼んだのは湯葉ぶっかけそば。さすが善光寺近くなだけあって精進料理的な一品。キンキンに冷やされたそばはコシが強くとても美味しいです。そして濃すぎず薄すぎないつゆとトロトロの湯葉が移動で疲れた体にちょうどいいです。そば湯もいただけるのも嬉しい。ほっとします。で、そのそばを超えてきたのが野沢菜の天ぷら。食感がサックサクで苦みの向こうにほのかな旨みがあります。これは食べ始めると止まらない危険なやつ。長野一発目の食事として大満足な晩ご飯でした。さて、旅行先では現地の方におすすめのお店をお聞きするようにしてまして、善光寺近隣でも2つ教えていただきました。1つ目がこの渋いカフェ。レトロなこの雰囲気の中でなんと定食を食べられます。驚いたのがおかずの種類。ご飯、味噌汁を含めるとなんと9品。まさかカフェで一汁七菜を楽しめるとは予想外。どのおかずも美味しく、白ご飯をおかわりするほどでした。また年中注文できるかき氷も有名らしいです。しゃれてるなぁ。教えてもらったもう一つのお店が商店街の中にある手打ちラーメンと書かれているこのお店。麺類を注文すると台湾出身のご主人が目の前で手打ちしてくれます。最初に餃子をいただいたんですが、これも皮から手作り。カリッとしてて中はもちもち、あんは肉たっぷり。これはうまい。そして僕が注文した麺はラーメンではなく刀削麺。刀削麺には目がなくてですね、削られた麺が鍋に飛び込んでいく様を目の前で見られるわけなんですが、これも美味しい。店内は町中華っぽい雰囲気ですが、薄味の優しいスープが最高でした。なお注文してから麺打ちされるので、混雑時はちょっと待つのでご注意を。さて、麺類といえば美味しい塩ラーメンも食べました。商店街から少し離れたところにあるこのお店は綺麗な店内と丁寧な盛り付けが特徴。塩ラーメンはうまみのある澄んだスープと僕が大好きな細めの平打ち麺。酸味のある赤いドライトマトは見た目にも綺麗なアクセントになっており、チャーシューは豚と鶏の両方が乗っかって上品なスープと相性がとても良いです。また店員さんの愛想もとてもよく、並んで待っている人たちがいるのもうなずける良店でした。麺つながりでスパゲティのお店もご紹介。長野駅前にある創業49年のこのお店、常連さんが多いというのもうなずけるちょっとレトロな雰囲気が渋いです。アルデンテという店名ですが、麺は柔らかく古き良き喫茶店のスパゲティという感じ。肩肘張らず、今日はスパゲティでも食べるかとふらっと寄れるいいお店ですね。長野市滞在中はずっと善光寺近くに宿泊してたんですが、めちゃくちゃ雰囲気がいいですね。表参道には古民家を改装したお店が立ち並び、人の数はほどほどでちょうどよく、夜は静かにライトアップされた建物がとても綺麗です。お店の種類も豊富で、例えばここは名物のおやきを食べられるお店。店内にいろりがあり、熱々のおやきを食べられます。野沢菜のおやきを食べましたが、あんのボリュームがすごいです。旅行中は食事が偏りがちになるので、野菜をいっぱい食べられるってありがたいんですよね。それから涼を求めて入ったカフェもされている創業170年の本屋さん。本に囲まれながら洒落た雰囲気でゆっくりできました。マスカルポーネが美味しかったです。カフェといえばスタバも雰囲気が良かったです。かなり広い店内で、うなぎの寝床のような見通しの良い1階、そして2階には小上がりの掘りごたつがありました。長野ええとこやわ。さて、今回はゲストハウスに宿泊してたんですが、そこで仲良くなったドイツ人が忍者屋敷に行きたいということで車を走らせ戸隠に。ここの忍者屋敷良かったんですよ。からくり屋敷から脱出するんですが、なかなかの難易度。
10分ぐらいで出れるやろとか思ってたら結局30分以上かかりました。家族連れの小さな女の子が閉じ込められたとずっと泣き叫ぶほど歯ごたえがありました。そして戸隠はそばも有名、日本三大そばの一つに数えられるということで、こちらのお店で戸隠そばをいただいたんですが、このお店2階がめちゃくちゃ広いです。7月の暑い日でしたが、クーラーがなくても風が通り抜けてとても涼しかったです。それから店員さんがとても親切で、これはサービスでいただいたそば団子、甘いタレが神社で歩き疲れた体にありがたいです。そばは予想より少し柔らかく、天ぷらも家庭的で温かみを感じます。ちなみに戸隠そばは水をほとんど切らずに盛り付けて出すというのが特徴らしく、確かに麺を持ち上げるとたまに水が滴り落ちてました。そうそう、新潟との県境にある苗名滝にも行きました。日本滝100選の一つで落差55メートル、なかなかの轟音で迫力があります。そして結構近くまで寄れます。緑が綺麗で紅葉で色づく秋にも来てみたいですね。ちなみに滝に行く手前にはカフェがあり、歩いて熱くなった体をソフトクリームで回復できます。うまかった。さて、長野といえばそばや野沢菜のイメージがありましたが、小布施町は栗が有名。栗には目がない僕、車を飛ばして行ってみました。江戸時代将軍に献上されるほど栗の美味しさが有名だったそうで、街を歩くと歴史ある建物が多く、栗の専門店もたくさんありました。というわけで栗のスイーツを食べまくってみました。まず創業200年の老舗によるモンブランソフトクリーム、滑らかな濃厚な味、美味しいに決まってます。次は善光寺でお寺カフェも運営されているブランドの栗シェイク。栗本来の味を軸にしてて、味わうというより喉越しを楽しむ感じ。砕いた栗も入ってます。そして栗ジェラート、しっかりした栗の風味だけど甘さは控えめ、これも栗本来の味を大切にしている印象です。他にもモンブランや栗おこわなども販売しているお店もあり、時間が許せば全部制覇したかったです。まさに栗の街でした。さて、旅の後半は松本市に移動。その電車内で食べたソースカツ丼がかなり美味しかったです。長野駅で購入したんですけど、運よく出来たてのお弁当をゲットできました。開けるとカツやご飯がまだあったかくてめちゃくちゃ柔らかい。ソースは甘く、からしととても合います。キャベツも甘くて美味しい。美味しさのあまり一瞬で食べてしまいました。いやー、うまかった。松本といえば国宝松本城。着いたその足で見に行きましたが、いやー美しい。夜の松本城も綺麗ですし、昼の青空にそびえる姿も美しい。そして松本はその城下町ということで、昔ながらの街並みが広がります。歩いているだけで楽しいですね。そしてかつて外堀の役割をしていたメトバ川も流れていました。ほんと自然豊かですよね、長野。そのメトバ川沿いにある土蔵造りの美しい建物のお蕎麦屋さんで昼食をいただきました。まず最初に食べたのは揚げ出し豆腐。これがめちゃくちゃ美味しかったです。中がとても滑らかな舌触りで、出汁が最高に美味しいです。やっぱり蕎麦屋さんの出汁に間違いはないですね。そして蕎麦は海苔、とろろ、抹茶の風味を楽しめる三重ね蕎麦。つゆは甘さ控えめで、なんとなく東京のやぶそばを思い出しました。蕎麦は信州松本産の蕎麦の実を使っており、細めでかなり滑らかな舌触りなので、10割かなと思っていたら外一らしいです。なるほど通りで、静かで落ち着いた店内、そして喉越しの素晴らしい蕎麦でした。美味しかった。長野に来たのは7月中旬。大阪に比べて涼しいとはいえ、日中は30度を超える暑さ。そんな中、涼を求めて入ったこのカフェがとても素敵なお店でした。あまりに素敵な雰囲気にずっとニヤニヤしておりましたが、この建物を設計されたのが池田三四郎という方で、柳総理のお父さん柳宗悦に支持されていたそうです。なるほど、そりゃ素敵なお店なわけです。そして建物のみならず店員さんがとてもお上品で親切。
めちゃくちゃ居心地が良かったです。そんな雰囲気の中でいただくアイスコーヒーとモンブラン、手作り感のあるモンブランは上品な甘さ、ほのかに酸味を感じるアイスコーヒーとめちゃくちゃ合います。しかし長野の方々ってほんと親切ですよね。今回の旅行中毎日感じてました。カフェといえばこの創業100年を超えるお店のモーニングも良かったです。ちょっとお高めですがパンがかなり豊富なちょっと贅沢な朝食ビュッフェを食べられます。もともとはパン屋さんだったそうで、タイミングが合うと焼きたてのパンに出会いますが、タイミングが悪いと焼き上がる直前の品薄状態なのでご注意。またパン以外にも野菜や卵、フルーツをたっぷり食べられまして、栄養が偏りがちな旅行中にとてもありがたい食事でした。何より他のどのカフェもお休みだった中、ここだけは営業していたのでとても助かりました。長野といえば諏訪湖のイメージが強い僕、早朝車を飛ばして行ってきました。諏訪湖生で見ましたがむちゃくちゃ大きいですね。展望台から撮影して広角レンズでギリギリ収まるぐらいの大きさ。そして諏訪湖の向こうにはアルプスの山々、綺麗すぎて本当に来てよかったです。ちなみに朝5時頃に着いたんですけど、夜景や朝焼けを見ていたと思われる人たちがまだたくさんいらっしゃいました。ずっと見てられる雄大すぎる眺望、素晴らしいですね。これは来てよかったです。今回長野に来て感じたのが見どころがめちゃくちゃ多いということです。食べ物は多いし、お土産の種類も膨大。街中にいてもアルプスが見えますし、8月には松本ボンボンというお祭りもあるらしいですし、そして何より人がとても優しい。移住先として人気なのが本当によくわかります。時間が足りず行けなかったところがまだまだある広い長野県。次回は冬に来てみたいです。良き旅でした。